50 question challenge. Can you ace them all? 一晩中勉強しても N2 の文法パターンは全部覚えられないよ。でも、日本に来てから日本語がずっとわかるようになったじゃないか。確かに。夕食を作りながらいつも日本語のポッドキャストを聞いてるんだ。N2 に合格するために、毎日少なくとも2時間は勉強すべきだよね。難しさは本当に人によって違うよね。私はリスニングが一番の弱点だな。N3 に比べて N2 は漢字の理解がずっと深く求められるよね。文法をマスターするだけでなく、長い文章も素早く読まないといけないんだよね。もう半年以上勉強してきたんだから、絶対に合格できるはずだよ。今週末の文法、復習クラスに申し込むかもしれない。もう少し練習したいし。あ、いいニュースがあるよ。来月通ってる学校で模擬 JLPT 試験が行われることになったんだ。一晩中勉強しても N2 の文法パターンは全部覚えられないよ。でも、日本に来てから日本語がずっとわかるようになったじゃないか。確かに。夕食を作りながらいつも日本語のポッドキャストを聞いてるんだ。N2 に合格するために、毎日少なくとも2時間は勉強すべきだよね。難しさは本当に人によって違うよね。私はリスニングが一番の弱点だな。N3 に比べて N2 は漢字の理解がずっと深く求められるよね。文法をマスターするだけでなく、長い文章も素早く読まないといけないんだよね。もう半年以上勉強してきたんだから、絶対に合格できるはずだよ。今週末の文法、復習クラスに申し込むかもしれない。もう少し練習したいし。あ、いいニュースがあるよ。来月通ってる学校で模擬 JLPT 試験が行われることになったんだ。Part 2. Fifths. Great job. 40 more phrases to go. 今年の N2 試験は特に難しくなるらしいよ。今回は読解問題がより重視されるそうだよ。いつも最初のセクションに時間をかけすぎてしまって、後半は焦ってしまうんだよね。今後は各セクションに自分で厳しい時間制限を設けることにした。文法が理解できないわけではないけど、試験中に頭が真っ白になって全部忘れてしまうんだ。あれだけ一生懸命努力してきたんだから、絶対に合格するに違いない。日本語の漫画を読むたびに、努力しなくても自然に新しい語彙を覚えていくんだよね。試験当日まで文法を復習し続ける限り、絶対に大丈夫だよ。試験を受ける上で、始める前に指示を丁寧に全部読むことがとても大切だよね。日本に引っ越してから日本語学習に対する態度が完全に変わったよ。今年の N2 試験は特に難しくなるらしいよ。今回は読解問題がより重視されるそうだよ。いつも最初のセクションに時間をかけすぎてしまって、後半は焦ってしまうんだよね。今後は各セクションに自分で厳しい時間制限を設けることにした。文法が理解できないわけではないけど、試験中に頭が真っ白になって全部忘れてしまうんだ。あれだけ一生懸命努力してきたんだから、絶対に合格するに違いない。日本語の漫画を読むたびに、努力しなくても自然に新しい語彙を覚えていくんだよね。試験当日まで文法を復習し続ける限り、絶対に大丈夫だよ。試験を受ける上で、始める前に指示を丁寧に全部読むことがとても大切だよね。日本に引っ越してから日本語学習に対する態度が完全に変わったよ。
Part 3/5. Great job. 30 more phrases to go. 最近模擬問題ばかりやってる気がする。本気で一日休みが必要かもしれない。本当に疲れ果てているようだね。一日休んで街の新しいエリアを探索しに行こうよ。先生によると N2 合格の本当の鍵は接続詞の正しい使い方をマスターすることらしい。日本語を勉強すればするほどこの言語がどれほど奥深くて面白いかが分かってくるよね。 N2 に合格さえできれば本当に自分を誇りに思えるよ。何ヶ月も勉強したにもかかわらず N2 の文法はまだ難しく感じるよ。にもかかわらずは強調できるよね。結果が予想外だったり驚きであることを表すんだ。に対しては対比に使えるよ。親が安全を心配するのに対して子供たちは楽しむことしか考えていないってね。いい例だね。に対しては対比を示すけど、向けててやに応じてという意味にもなるよね。トム、正式な日本語で派手の代わりににおいてを使うって気づいたんだけど、そうなの？最近模擬問題ばかりやってる気がする。本気で一日休みが必要かもしれない。本当に疲れ果てているようだね。一日休んで街の新しいエリアを探索しに行こうよ。先生によると N2 合格の本当の鍵は接続詞の正しい使い方をマスターすることらしい。日本語を勉強すればするほどこの言語がどれほど奥深くて面白いかが分かってくるよね。 N2 に合格さえできれば本当に自分を誇りに思えるよ。何ヶ月も勉強したにもかかわらず N2 の文法はまだ難しく感じるよ。にもかかわらずは強調できるよね。結果が予想外だったり驚きであることを表すんだ。に対しては対比に使えるよ。親が安全を心配するのに対して子供たちは楽しむことしか考えていないってね。いい例だね。に対しては対比を示すけど、向けててやに応じてという意味にもなるよね。トム、正式な日本語で派手の代わりににおいてを使うって気づいたんだけど、そうなのPart 4/5. Great job. 20 more phrases to go. そうだよ。おいては場所や分野を示すでの丁寧語で、科学においてつまり科学の分野でという意味だよ。なるほど。関しては、どうについてとはどう違うの？関してはより丁寧でビジネスメールや公式文書でよく使われるよ。ついての方がカジュアルだね。なるほど。来週の会議に関していくつか質問があります。これがビジネスメールっぽいね。完璧だよ。に関してを使うだけでどれだけプロらしく聞こえるかわかるでしょ。ねえ、トムによってっていろんな意味があるよね。によってに応じてのせいで。どれが正しいかどうやって判断するの？文脈が全てだよ。人によって結果が違うの場合やに応じてという意味が明らかだよね。もののは後悔のニュアンスを含んだ対比を表すんだよ。料理本を買ったものの実際には全然料理しないみたいにね。そうだよ。後悔やフラストレーションのニュアンスがもののと単純ながやけどを区別するポイントだよ。日本語のクラスに申し込んだものの通えていない。この文を言うだけで罪悪感を感じるよ。そうだよ。おいては場所や分野を示すでの丁寧語で、科学においてつまり科学の分野でという意味だよ。なるほど。関してはどうについてとはどう違うの？関してはより丁寧でビジネスメールや公式文書でよく使われるよ。ついての方がカジュアルだね。なるほど。
来週の会議に関していくつか質問があります。これがビジネスメールっぽいね。完璧だよ。に関してを使うだけでどれだけプロらしく聞こえるかわかるでしょ？ねえ、トムによってっていろんな意味があるよね。によってに応じてのせいで。どれが正しいかどうやって判断するの？文脈が全てだよ。人によって結果が違うの場合やに応じてという意味が明らかだよね。もののは後悔のニュアンスを含んだ対比を表すんだよ。料理本を買ったものの実際には全然料理しないみたいにね。そうだよ。後悔やフラストレーションのニュアンスがもののと単純ながやけどを区別するポイントだよ。日本語のクラスに申し込んだものの通えていない。この文を言うだけで罪悪感を感じるよ。Part 5 fifths. Great job. 10 more phrases to go. それがものの力だよ。意図を果たせなかった気持ちを完璧に表現できるんだ。次はばかりかに行こう。だけでなくもという意味で予想以上のことが起きたという驚きを表すんだよ。そうだよ。彼女は日本語が話せるばかりか漢字まで読めたみたいにね。次はわけにはいかない。これは社会的な義務について。社会や状況が許さないから何かをすることができないんだよ。チームリーダーとして会議をサボるわけにはいかないみたいにね。ざるを得ないはさらに強くて絶対に選択の余地がないんだよ。何かを強制されるような感じ。悪天候のためイベントを中止せざるを得なかっただね。これらのパターンはニュアンスを表現するのにすごく役立つね。シンプルな言葉では伝えられない義務のレベルを示すことができるよ。そうだよミア。N2 の文法ポイントを学ぶたびに日本語がより深くなっていく気がするよ。まさにそうだよ。実際の会話で使えば使うほど自然に感じられるようになるよ。引き続き頑張ろう。それがものの力だよ。意図を果たせなかった気持ちを完璧に表現できるんだ。次はばかりかに行こう。だけでなくもという意味で予想以上のことが起きたという驚きを表すんだよ。そうだよ。彼女は日本語が話せるばかりか漢字まで読めたみたいにね。次はわけにはいかない。これは社会的な義務について。社会や状況が許さないから何かをすることができないんだよ。チームリーダーとして会議をサボるわけにはいかないみたいにね。ざるを得ないはさらに強くて絶対に選択の余地がないんだよ。何かを強制されるような感じ。悪天候のためイベントを中止せざるを得なかっただね。これらのパターンはニュアンスを表現するのにすごく役立つね。シンプルな言葉では伝えられない義務のレベルを示すことができるよ。そうだよミア。N2 の文法ポイントを学ぶたびに日本語がより深くなっていく気がするよ。まさにそうだよ。実際の会話で使えば使うほど自然に感じられるようになるよ。引き続き頑張ろう。Please subscribe, like, and turn on notifications.